よし、痛恨をちょっと用意してきました。なので五右衛門さん、ここ五右衛門っていうのかなり貴重な映像になるのでは。本来ならここって水中からなのでサスケと八重しか来れないんですよ。ここに五右衛門が立ってる。すごい珍しい映像ではこれ。どうしてここが分かったのざんすか。まあいいざんす。あんたたちはここで死ぬ運命にあるざんす。あばよざんす。ということで、とはいえだよとはいえさね、もうとりあえず 1P には倒れていただきたいので、倒れてちょっと倒れるか。無駄に黄金の招き猫とか取ったから。よし、サスケありがとうね。ありがとう。あとは任せて。じゃあどんどん行きましょう。ここ水がどんどん張ってくるんですが、ただただ泳ぐよりはジャンプしながら進んだ方がいいです。五右衛門2段ジャンプだからちょっと遅い1段ジャンプでいい。1段ジャンプでガンガン進んでください。2段ジャンプだとかえって遅くなります。よいしょ。登ってどんどん登って。水が迫ってくるの早すぎませんかね。間に合うか。よし、これで OK です。よし、バックベアード様を粉砕しまして、五右衛門でタイサンバと戦うの初めてですね。魅惑のマーメイドタイサンバ3ということで、五右衛門シリーズをねプレイしたことがある方には結構おなじみのキャラクターかもしれませんが、今回3ですね。じゃあ1と2はどこに行ったのよという話なんですが、2はネオモモ山幕府の踊りに登場しています。1は存在が謎です。アメリカライズ版ではなんかよくわからない1が存在したんですけれども、ゲームでは1というのは存在しておりません。リップルレーザー、そっちに行きますか。リップルレーザー、今五右衛門がいる方に向かってきませんでしたね。結構プレイヤーがいる方に向けて発射してくることが多いんですが、なんでプレイヤーが右側に逃げたら右側に追っかけてきたりするのですが、ちょっともう一回、あれ左に回ったな。あれちょっと右回りしてみようかな。ちゃんと右回りにリップルレーダー出しますよねこの人。ビリビリ。サスケと八重以外のキャラがここに来ることなんてないからで、リップルレーダーの方向おかしくなったりとかしてない？そんなことはないか。よかった。そうこんな感じで右回りもしていきます。よし、痛そう。この周りのワイヤーを壊していくことでタイサンバにダメージを与えていきます。タイサンバを直接殴るということはできませんので、こんな感じでね、電撃攻撃とリップルレーザーも避けて全部壊していきます。でこのワイヤーの数はどんどん増えていきますので、レーザーの時はワイヤー壊すことはちょっと諦めてどんどん逃げた方が良いです。であと1個、よいしょ、ポンと。水中に行っててもちゃんとたらい等は当たるのでご安心ください。よいしょ、これでなんか結構そっち側に行くんだね。優しい。じゃあもう容赦なく壊させていただきますよ。
通常はね水中からのボス戦なので、サスケと八重以外で来ることというのはまずできないと思いますので、なんで2人プレイでねこういう風に途中参加だと五右衛門恵比寿丸でも遊ぶことができるのですが、あれでもこれセリフサスケと八重固定かな。五右衛門で来ることを想定したセリフはあるんでしょうか。逃げられたでござる。逃がさないわ、インパクトさんで追うわよですよね。サスケと八重しか来れないステージだから五右衛門のテキストなんて用意してないですよね。ではここからインパクト戦ですね。なので 1P がサスケだったからサスケかな、サスケの映像になっちゃうかな。そうですね。隣に五右衛門さんもおりましたが、五右衛門さんはミスインパクトの方に登場してですね、五右衛門がインパクト登場しているシーンが未だに映せていないのでは。バトンパスさあ燃え上がれよ友情のエナジーブレイクダウン悪い奴らをぶち壊せ必殺限界パワーだ百裂パンチ俺は明かりはインパクト行きましょう。水中ですね。宮古のマーメイド第3馬4さっきと変わらんじゃないかっていう話なんですが、2回パンチしちゃった。五右衛門向こうでしょ。あれ恵比寿丸、あれ恵比寿丸だ。なんでなぜ恵比寿丸。そしてやっぱり 1P は残機が減ってるせいもあって 1P を操作すること動かすことはできませんね。今ワンコン触ってたんですけど何にも動きがなかったので、よしじゃあ倒していきましょう。一人で倒していこう。第3馬は水中戦となって、しかも今作画面中央にあったレーダーが存在しないので、一度姿を見失ってしまうとどこから来るのかっていうのが分かりづらいのですが、困ったらねとりあえず真ん中で百裂パンチ出しておけばなんとかなりますこのゲーム。ごめんね恵比寿丸。なんで恵比寿丸なんだろう。あれでもインパクトに乗ってたのってサスケですよね。なぜウツボジェットストリーム、これは中心に向けて画砲を撃てば攻撃を止めることが可能です。どっかから来るかな。全然姿を捉えておりませんでしたが、こんな感じでねこう百裂パンチさえ出しておけばなんとかなります。対3バリア、これは無敵技ですね。五右衛門さんのみでいきたいので基本的にバトンでの攻撃は禁止とします今回は。ガードで十分防御はできます。ちょっと小判断なんかも当てて、ウツボジェットストリーム、ウツボジェットストリームは交代ができなくなりまして、このジェットストリームの中からウツボがねどんどん向かってくるような感じとなっています。なんでウツボをしっかりウツボがまっすぐ攻撃とかしてこない。じゃあ倒しちゃいましょう。ウツボを落としながら竜巻がね収まるのを待つというような感じですね。はい、OK です。ありがとうございました。
なんかサスケが乗ったのに恵比寿丸の声がしたりと、なんかよくわからない感じになりましたが、1P がゲームオーバーになってるとこんな感じになるんですね。のビスマルポット。タイサンバーの中に、あれタイサンバーはビスマル様が操縦していたのか。このタイサンバって本当に謎なキャラクターで、前作ネオ桃山幕府の踊りで初登場したんですが、その時は物知りじじいが作ったメカという風にしっかりとした明言はされてないんですけれども、話の流れ的に多分物知りじいさんが作ったんだろうっていう感じだったんですが、この3と4に関しては謎です。で3が逃げたじゃないですか。逃げられたでござるってサスケが言うてたんですが、じゃあ逃げた3はどこに行ったのよっていうのも謎です。3と4は本当に別の個体だったのかも謎です。で誰が作ったかもわからないし、今後もタイサンバというのは登場するのですが、それらも誰が作ったのか、どういう存在なのかというのは謎です。早く道中貴様を復活させて、この世界を2人のものにするザンス。バイオザンス。また逃げられた。でもここの声はサスケなんだ。乙姫町に帰ってきた感じですね。また逃げられちまったぜ。逃げ足だけは早いでんな。ビスマルポット身軽そうですもんね。しかしどこに逃げたのか手がかりがないでござる。そうですね、前回は竜宮島に行ってって言ってましたけど、今回手がかり残してくれませんでしたね。困ったわ。これからどこへ向かえばいいのかしら。ビスマルはね、魔風島ってとこに逃げたんだよ。どなたでしょうか。あたいはスザク。多分あんたらの敵だろうね。もののけ、妖怪ですね。お耳と尻尾がありますね。敵？なぜ敵なのにそんなことを教えてくれるんで。体格差えぐいな。こうしてみると4人の体格差ってすごいですね。これは助けてほしいからさ、また会いましょう。大した情報もないままこのスザクは行ってしまうと。なんなんで一体。人ではなかったでござる。妖怪でしたね。見た感じ。ということは妖怪なの？人じゃない存在というのは珍しくもない世界だとは思うのですが、妖怪やったら情報はなってこともありません？確かに自分であんたらの敵だろうねって言ってましたもんね。でも今はそれしか情報がねえんだ。罠でも魔風島に行ってみるか。そうですね、結局手がかりがその魔風島という言葉しかありませんものね。魔風島の場所はわかるんですかね。じいさんに聞いたのかな。復活魔王道中記ということで、魔風島エリア、まず小消し道中ですね。進めていきましょう。下にね、赤い水がありますが、こちらは血の池となっておりまして、マグマではなく血の池、なんか水なのかな。の割にはね、このステージって気温自体はめちゃくちゃ高いらしいんですよ。このように五右衛門さんをちょっと触らずに放置しておくと、出しましたね。扇子を出してパタパタと煽ります。懐からしっかり扇子出してパッと開きましたね。この動き自体はネオ桃山幕府の踊りにもあり、五右衛門恵比寿丸八重は暑いところでは扇子で煽り始め、寒いところでは
体をガタガタ震わせるっていうような描写があったんですけれども、サスケだけはね、暑いところでも寒いところでも変わらずお茶を飲んでいる姿となります。でてるてる道中もサスケは暑さをあまり感じないらしいので、常にお茶を飲んでまったりしております。よいしょ。でまずここインパクトの岩を押していきます。これはね五右衛門じゃないと進めない道へのルートとなりますので、他のキャラを使っているときは転がす必要全くありません。よいしょ、まだかな。ここですね。五右衛門以外だったらここまっすぐ直進するしかないのですが、五右衛門さんだと上に進むことができます。恵比寿丸でも行けるじゃないかという気もしますが、ここにね暗示ブロックがあって、でこれ以上先は五右衛門でしか進めないので、五右衛門専用ルートですね。でこれチェーン線でね全部壊さなければ屋根の上を一気に駆け抜けることが可能です。下ルートはねこういう風にコウモリがたくさんいて、でちょっとめんどくさかったりもするので、楽したいなーっていう場合は万字ブロックのね壊す数を気をつけて、で屋根を通ると楽かと思います。よいしょ。で今度は上に屋根の上に届くことはないので、しっかりね倒しながら進めていきましょう。よし、すごい地獄みたいなね島ではありますが、血の池とかいろいろね針であったりとか、こういうこけしであったりとかの着手トラップ系がね結構あったりするので、このこけし潰されたらもちろん一撃アウトですが、血の池も落ちたらアウトとなっています。なので本当一撃アウトが怖いステージがたくさんあるような感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。